RC トーゴー。こんにちは、どうもです。こんにちは、ドクター三浦です。よろしくお願いします。今日はいいものをゲットしちゃいました。何ですか？ D ライクLP86 っていうのがあるんですけれども、それをちょっとね、D ライクの本家からお借りしました。ちょっとね、僕興味があったんでね、これをちょっとね、せっかくのこの機会なんで動画に収めたいな。で、マシンがね、こちらなんですよね。お借りしました。まんまじゃないですか。よー。これパンドラのボディかな。そうですね。の中身がこういう感じで、ローコストで、本体は安いんですけれども、86みたいな動きがやりたいっていうことで多分ね、吉田さんも開発されたものだと思うんですよね。で、その動きがね、どんな感じで再現されてるのかっていう、いろんな下を使ってるんですけれども、本ちゃんのやつをね、チャンスすぎますね、今回。ちょっと乗ってみようかなっていうふうに思っております。で、86のことなんで、やっぱりドクター三浦も実際86持ってるんでね、マシンをね、本当にどんがらからレストアした方なんで、よう知ってます。で、動きもよく知ってます。ドリフトもよく知ってます。緊張します。これは今回緊張企画です。僕がエントリーモデルとしてもいい LP86 ですよね。お値打ちですし、操作感とか楽しめるのにもお付けのマシンなので、本当に86やりたいっていう人はいいねかもしれない。いいと思います。で、すでにこれもう第4ロットまでいってるらしいので、かなり世界的に売れてるんじゃないかなみたいな。大人気ですよね。本当にすごいよね。こういう感じでね、ちょっとノーマル状態がね、僕どうなってるのかちょっとわからないんですけど、そこの前にマスダンパー的なものがついてますよね。これよくミニ四駆とかにもあるような、これさ、あれだよ、あれだよ、ダンパーシャフトじゃないこれ。だから俺オーリングとかかましたでしょ。Eリングでロアームの下にスポンジが、こっち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 、本当だ。結構厚めのスポンジが入ってるね。結構触るとね、ふわふわしてて、すごく柔らかい。本当だね。これはやっぱりこの足のしなりとかを使っていく感じなのかな。硬すぎてもいかんし、でサーボとかはね、これちょっと謎の、多分これアマゾンとかじゃないかな。でジャイロがエンドポイント D ライク、そうですね、アルボディの現行モデルだよね、これね。そうですね。なるほど。持ってます。これ最初からついてるのかな。これついてるね。最初からじゃないですか。これね。でこのポストがついて、ここにも重りがついて、でここが前後のこのピッチングダンパーかな。そうですよね。それを調整できるようになってますよね。ここでね、これ後ろから見るとこれ T バー方式になってる、 T バーっていうのかな。ここをちょっとね、多分この辺でいろいろ車体合成変えれるので、さらにリアにまたスポンジが入ってまして、これは見たことないな。そうですよ。ケースかなんか切ってつけたんです。これは柳くんの天狗のケースをカットして、これ大事なのが、これただ乗っかってるんじゃなくて、接着上側も下もされてるから、押し引きのところ、そうだから伸び縮みが、これはいいね。ほら、止めてあります。そう、止めてあるからさ、すげえ、すごいことなんだ。でスプリングでもさ、上と下とさつないだ場合と全くフリーの場合全然違うので、だからスポンジでね、こういうふうにされるっていうのはすごいなと思う。でこれ多分重量バランスがこちらがデフがついてて、これがデフなんだよね、ここにのが。でこれで前はシャフトだけだったのかな、多分。そうですね。でこれで重量バランスを改善するために、これちょっとプロトタイプがついてるんですけども、これこういうものですよね。カウンターウェイトっていうものがあるので、これは多分発売されたばっかりなんじゃないかな。そうですね。でこれ黒なんですけども、限定なんですけども赤もありまして、黒と赤とあるんですよね。よう知っとるね。見てます。これがあることによって多分左右バランスがより取ってあるのかなっていうね。これ結構お客さんです見てて繊細なところもあるんで、ほんのちょっとの改造でいろいろ効果が現れやすい車ですね。本当にダイレクトにね、変わったって分かるマシンなので、そういうのも楽しいですよ。本当柔らかいね。そうですよね。しなりがあります。実際の車の86も結構あれ、元のボディは結構柔らかい。ロールゲージなかったら正直言って柔らかいですね。やっぱりっていうか最初がどうだったかっていうのは難しいですけれども、やっぱりやれちゃってる現代のボディなので、難しいところもあるんですけれども、
やっぱりなんでしょうね、86ちょっと前後ちぐはぐな動きをするところもあるんですよね。なのでそういうところも多分面白いんですけれども、ちょっと楽しみですこれは。そうです。じゃあこれねちょっとね乗っていきたいと思いますんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、走り終わって、はい、どうです？やっぱりね、僕はパッと外から見てて、今まで何台かね、LP86 見てきたんですけども、これが一番良さそうだ。群抜いてましたね。本当に、あ、これだっていう感じはありましたよね。どうですか、実際操作されて。本当に86だなっていう感じたところがいくつもあったので、まずやっぱりそのリジットアクセルっていうのがね、ギアがリジットアクセルっていうのがでかいじゃないですか。皆さん気にしてるのはこれリアモーターだから本当に86っぽいのとかいろいろあると思うんですけれども、いやそれが結構僕正直言ってもこれ蓋外さんかったらもう86ですよ。軽いですし、今もう見ていただいた通り動き方、ああいうペコペコした感じとか、なんていうんですかね、リジットアクセルの操作してると余計そうなんですけど、すくい上げていく感じ、いわゆるドリフトから今度またグリップに戻ってこうグッとこうまた加速していく感じとかいうのがすごくマシンが教えてくれるんですよね。車が教えてくれるので、それに合わせてスロットルワークしていくだけなので、すごくそういうところが86っぽいなっていうふうに思いましたね。なるほど。だからそのステアリングワークとそれからスロットルワークのところのもうトータルのそのドライバビリティ的なものがもう86、いかにも86だなという感じがしますね。パワーもだいぶ抑えられててね。そうですね。はい。傍から見てると結構基本に忠実に乗らないと、いや本当にそうです。ちょっと難しいよね。ですね。はい。ごまかしとかそういうのじゃなくて、もう本当にきちんとそこに置く力をそこに持っていくっていうのをもうどんどん逆算でもうイメージしておかないと車動かしていけれないんで、これすごく大事だなっていうふうに、やっぱこういうふうにやらなきゃなと思いましたね。
まあ、そういう意味でもね実際のなんて言ったらいいのかな86っぽいって言ったらいいのかな。そうですね、はい。だからやっぱり86っぽいですね。壊れちゃうところなんていうんですかね、こう抜けちゃうところはねやっぱりいい加減な操作しても抜けるんですよ、スパーンっつっていっちゃうんですけども、そこをここまでだっていうのをきちんともう目で見て、動きを見て走らせればそれを教えてくれるので、そこはきちんとやっていかないといけないなというふうに思いますね。そうだね、丁寧な操作もねかなり身につくと思いますね。だから上手になること、だからラジコン自体を上手になれると思うんですよね、これ。はい。すごい教材になると思いました。そうだよね。まあ今までのいろんなマシンをやってる方もいるとは思うんですけれども、これで本当に初心に帰ってもらって、また基礎を思い出してもらうっていうのもあるいい面なのかなっていうふうに思いますよね。そうですね。あとね、先ほど紹介したこちらのカウンターウェイトなんですよね。実際どうでした？そうですね。なんていうんですかね、やっぱりこれだけ軽いマシンなんでちょっとした重量バランスによって動き変わるんですけれども、まあこれによって左右差がほとんど僕は感じられなかったですね。どっちに振っても同じ動きをしていってくれるので、荷重のかけ方も素直で癖がないですね。より自然な形になるっていうね。そうですね。片方だけ重いとねどうしても。そっちにやっぱり引っ張られたり。そうですよね。そうですね。そうそう難しくなってくるんですけど。やっぱりこれも効くアイテムでしたね。ですね。これ確かそんなに値段高くないんでね。そう、1700円プラス消費税ぐらいなんで、まあこれで全然バランスが取れるんだね。だったら全然いいです。はい。なるほど。結構これね、今までいろんな工作で苦労されてた方いると思うんですけど、もう型は早いですよ。こんな感じでね、いろんな解決策が詰まったマシンなんで、もしよかったら皆さん参考にしてみてください。本当改めて吉田さんいい経験させてもらいました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。それじゃあさよなら。さよなら。